ちらのここですよね。はい、どうもです。今回の動画なんですけども、こちら、加藤さんの、14系の座席車の方ですね。こちらの方ちょっと中古で購入したものなんですけども、こちらちょっと整備していこうと思います。問題ありの車両がちょっとここに1両あって、この車両ネジがダメになってるんですよね。ここもう見ての通りスポッとはまってしまって、全然ネジとしての役割を果たしていないんですよね。なのでここをちょっとどうにかする必要があるのと、この車両、テープ LED の室内灯が組み込まれてるんですけども、こう見ての通り LED ずれてきてるので、こちらのちょっと、取り付けのやり直しですよね。それとあとカプラーの交換と必要なので、この辺をちょっとまずやっていきましょう。でまずバラした状態がこうですよね。終電のスプリングをこういうところに当ててるのか。なるほどね。室内灯はこれ使いたいけども、一旦これちょっと保留しましょう。これ接着剤で台車ネジ止めてたって感じですね。ここにこの爪に当てて、こうだな。大丈夫かな。こんな感じですよね。終電周がこれ加工されてるんですよね。さっきのスプリングをここに差し込むので、加工していたってことなんでしょう。この室内灯はトミックスの車両に使いたいので、今回はここはテープ LED 自作のものに変えていきましょう。台車ね、ちょっとじゃあ台車を戻す前に先にカプラー変えてしまいましょう。カプラーは、こちら加藤さんの、加藤カプラーの方ですね。アーノルドカプラー用ポケット対応の分、こちらの方を組んでいきます。ランナーこんな感じで組み立てるとこうなります。アーノルドカプラーまずこう押して90度ひねって外す。そしてこうひねる。よいしょ。こうですね。そしてこういう感じですね。さて、でこれを片方はネジがねしっかりしてるので大丈夫なんですよね。問題はこっちですよね。これ多分ここの中がねもう削れてしまってダメになってるんじゃないかなと思うんですが、こうなるんで、あんまりやりたくはないけど接着剤で留めましょう。これ、よいしょ。アクリルボンドをネジ穴に入れた状態で留める。台車がこれで止まることがなければネジだけが止まるはずなので、これで大丈夫だとは思うので、ちょっとこれで、こちらちょっと台車乾くのを待ちましょう。そして次は
次ね、このオハ14なんですよね。これがなんかね、他と比べるとちょっと重たいんですよね。で、これ分かりますかね。どうも室内灯っぽい何かが組み込まれてるんですよね。この辺プリズムらしきものが見えるので、こちらちょっと、分解して中身確認してみましょう。やっぱり室内灯が入ってますね。でもつかなかったんですよね。ちょっと生きてるかどうか見てみましょうか。全然ダメっぽいな。つかないですね。こういう組み込みもあるんですね。 LED がこの部分にあって、でプラ棒ですね。プラ棒をプリズム代わりに使ってるっていう感じですね。そして銅板を下に回してっていう感じで組み込まれてますね。他の方のこの自作の LED って初めて見ますけど、つかないですね。残念。で、次カプラーなんですよ。これ TN カプラーがついてるんですよね。なのでこれはちょっと加藤カプラーに交換したいので外しましょう。やっぱね、12系とつないだりとかそういうのもやりたいんでね。よいしょ。こちら接点復活剤をちょっと流したカップなんですけども、まずここですね、床下の終電板のところ、これを接点復活剤でちょっとクリーニング。爪楊枝の先に液をつけてこれで終電板の方は多分大丈夫でしょう。そして次に台車なんですけども、一旦ちょっと車輪外しましょう。そして今ねちょっと分解してみたところこんな感じですね。ちょっと分かりにくいですけど、結構汚れはある状態なので、こちらのここですよね、この中をちょっと特に念入りに、それと終電板と接する先端部分、ここをちょっと念入りに磨いておきます。車軸の部分ですね、ここはちょっとクリーニングしておきます。で車輪の方は最後に、ちょっとまたクリーニング別の形でやりますので、取り付けは素手で。よいしょ。さて台車はこれで元に戻りました。次に車輪をクリーニングします。車輪のクリーニング、こちらポポンデッタさんの車輪クリーニングペンっていう、これを使います。これで
トレーラー車には十分これで効果あると思うので、さてでは、第1車のクリーニング終わったので、少なくとも、初めから備わってる終電関係、これでまあ大丈夫だとは思うんですけど、あともう1箇所、こいつこれをちょっと手を加えます。この終電周なんですけども、少し下へ折り曲げておきます。こういう感じですね。この終電周と車両側の終電板接点の維持がより確実になるので、この方法なんですけども、一部の車両は加藤さんの室内灯取り付けの説明書に記載されていたりするんですよね。この車両のタイプは終電板を少し下側に折り曲げて差し込んでくださいというような指示ですよね。これ大丈夫ですね。これでボディを戻していくとして、これ向きこっちだな。よし。いけそうですね。よし、じゃあこれでようやく1両整備終わりました。よし、台車これでネジボンドで留めたんですけどいけそうなので、次今度こちらにじゃあこのままもうついでに室内灯いきましょう。これそうか、支えがないな。支えがないので、ここちょっと何かしたいかな。これアクリルボンドの方が多分いいですね。じゃあちょっとこれ乾くの待ちましょう。はい、ということで、ここの方乾いてきたのでもう大丈夫かなとは思うので、通電にも影響は出ていないので、よし、これでよしとして、では室内灯を組んでいきましょう。よし、でちょうどいい高さに収まってくれましたね。これはこれ大丈夫だ。いけそう。よし、これこのまま使いましょう。では、ボディを戻します。そしていい感じですね。よし、では今回ちょっと初めから室内灯が組み込まれていた2両、こちらの方のカプラーの交換とテープ LED の調整ですね。2両整備の方終わりました。同じような感じでちょっと残りもまたねちょっとやっていこうとは思うんですけども、内容によってはまたちょっと動画にします。で、特に問題なく、交換の方を進むようであれば、もうちょっとこれは動画は残りの5両に関しては動画カットして、進展動画を次回にお届けするっていう形、ちょっとどちらになるかわからないんですけども、残り5両次第で、次回の動画ちょっとまた考えていこうと思います。ということで、今回の動画ここまでとなります。鉄道模型興味のある方、チャンネル登録いただけるとありがたいです。どうもご視聴ありがとうございました。